皆さんこんにちは。指揮者の木村光太郎です。今回は前回に引き続きクラシック初心者の方からいただいた質問にお答えしていきたいと思います。出番が多くても少なくてもギャラはなんと同じです。例えばドボルザークの新世界交響曲は演奏時間が約50分ぐらいあります。シンバル奏者は出番は演奏開始からなんと45分も待ってやっと出番が来ます。そしてなんと一発シャーと音を鳴らすだけで出番が終わります。でもみんな同じギャラなんですよ。基本的に日本はほとんどいないです。僕が経験した海外では見受けることがありました。でもこれオーケストラの水準が高くなるとこのような光景は見られなくなるでしょう。日本ではありません。豪華客船とかだったらですね聞いたことありますけれども、クラシックでは聞いたことがありません。でも暗黙のルールでジーパンやサンダルは失礼だとか、最低襟付きにするなどの決まりは口伝えで聞いたこともあります。服装については主催者からドレスコードを僕は出すべきだと思います。水着でね来る方がいるかもしれませんし、トラブルを防ぎやすくなると思います。弦楽器はその時のために予備の楽器を舞台袖に用意しています。アクシデントが起こると袖に近い人が取りに行き、バケツリレーのように回します。実は1986年後藤みどりさんという有名なバイオリニストがオーケストラと演奏中に2度も弦が切れるというハプニングに見舞われたことがありました。そんな異常な事態にもかかわらず、当時14歳だった後藤さんは動じることもなくコンサートマスターと副コンサートマスターからバイオリンを借り受けて最後まで演奏を続けました。これはタングルウッドの奇跡と言われてとても有名な出来事です。YouTube にもその時の動画がアップされているので、説明欄にリンクを貼っておきますね。ぜひ見てください。これは変わります。顕著なのは演奏の時間です。同じ曲でも指揮者によって変わります。振り方も様々なので映像を見て比較すると面白いです。持っている指揮棒の形や長さ、振り方ですね、これも比較してみてみると面白いですよ。自分で買います。衣装は自前です。女性はドレスを着ることも多いので、たくさんの種類を持つ方も多いので、これはね金銭的にもとっても大変そうです。20年くらい前までは MC は入りませんでした。崇高な音楽の時間を邪魔してはいけないみたいな風潮がありました。現在では MC が入ることで親しみやすさを演出に利用する一種の流行みたいになっています。これは曲の順序の変更がオーケストラにうまく伝わっていなかったので、僕が振り出した曲とオーケストラが演奏しだした曲が違うということがありました。もうびっくりしてるんですけれども、なんとかごまかしまして、それ以来ですね、始まる前は指揮台に立って口を動かしてメンバーにこの曲で合ってるなんて言ってですね、ちゃんと確認をですねして指揮をしております。これは難しい問題ですね。特に拍手のルールっていうのはありませんけれども、曲が終わると見せかけてまた始まるような場面もありますので困ることがあります。初心者の方は周りの方が拍手しだしたら自分も拍手してみるといいと思います。今は昔と違いインターネットがありますので、検索をかけて調べるのがいいと思います。コンサート開催サイトなどもあります。楽器屋さんに行くとポスターが貼ってあったり、音楽雑誌などにもコンサート情報があります。しかし初心者の方がコンサートを選ぶのは難しいですね。まずは知っている曲を軸に探したり、有名音楽家が出演するものを選んだりしてみてはいかがでしょうか。
何しろ詳しい情報が少ないところもあるので、敷居が高いというイメージを持たれてもね、これは仕方ないと思います。チケット代はおおむね3000円から5000円くらいです。海外からやってきたオーケストラや有名演奏家をゲストに招いたオーケストラコンサートなどは高額になっていく傾向にあります。オーケストラの団員は約60名、1人25万円が月給とすると、人件費だけでなんと月1500万円ぐらいかかります。月平均10回のコンサートが行われるので、人件費をカバーするとなると1回のコンサートで200万円以上のチケット収入が必要になります。実際有名なオーケストラでもチケットの売上だけで収支が黒字になっているということはないと言われますので、不足分は補助金などで賄われていて、どうしてもファンの絶対数が少なく、クラシックコンサートのチケット代は高くなる傾向にあります。大抵のコンサートは未就学児は入れないことが多いです。そんな場合は親子室からの鑑賞、あとはあえて未就学児可能なコンサートを開催するなど工夫されていますよ。これは何といってもアクロス福岡シンフォニーホールです。世界に誇れるホールです。そんな価値を知る一般の福岡県民、市民は僕は少ないと思います。でもこんな素晴らしいホールが福岡にはあるんですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。